皆さんこんにちは、キスケです。本日は未来パーティー使いながら PVP 回っていこうと思います。お相手のパーティーは極ベジをリーダー枠とした再生パーティー、魂を打ったという形ですね。よろしくお願いします。ピッコロ大魔王の不死身向こうがだいぶ怖いんですが、ちょっとザマスロゼ出していきましょうかね。はい、お願いします。本日お話しする内容はフェスティバル後半のキャラ予想になります。はい。おのおのね、このキャラクターが来るんじゃないかとか、このキャラクターが来てほしいとか、予想を立ててる方はいらっしゃると思うんやけど、結局のところ何が来るのかっていう話ですよね。僕の場合もその予想を完全に拭えないので、確定ではないんですけど、もちろん新キャラクター来る、これが来る確定だじゃないんですけど、僕の中で、やっぱりね、後半も盛り上げないといけないと思ってるんですよね。当たり前ですよね。フェスティバルなんで。で、前半が思ったより盛り上がったんですよ。ほんまにすごい盛り上がりで、日本のセルランが最高3位。総括入る。最高3位ですよ。で、どこか海外の方では1位を獲得したという噂を耳にしておりますけども、3倍ガシャで3位になったんですよね、国内。それってさ、すごくね、すごいくね。わかりますかね。その3倍にしたことによってガシャの回転率が、悪くなるのかなっていう。1体引ければ4凸ぐらいになるし、引かなくていいやってなるのかなって予想しとったんですよ、若干ね。ただそんなこともなく、しっかりとセルラン3位を獲得して、大いなる盛り上げをしたと。呼んでいく。あざす。あざす。これバニシングないでしょ。回ってんのか、ごめん。Sorry。でね、後半が3倍ガシャなのか否かっていうのは、誰にもわからなくて、ワンチャン3倍のまま来る可能性もあると思うんですよ。こんだけガシャ回ってたんでね。だからワンチャン3倍で来るのかなっていう気はしてるんやけど、その生放送のトシさんの言動が、今回だけですせみたいな雰囲気じゃなかった？ちょっと。今回だけ3倍ですよみたいな。なんか雰囲気だったんですよ。だから、ワンチャンフェスティバル後半は、通常のガシャで来るのかなと思ってます。若干そっち寄りですね、僕は。3倍で来るんじゃなくて、読んで読まれて、とんでもねえ試合になっちゃうぞ、これ。最速。はい。出てくるね。出てくるね。だから逆にね、通常ガシャだとして、フェスティバルが盛り上がるのかって聞かれると、やっぱり圧倒的な性能、もしくは圧倒的に人気のキャラクターを出すしかないんじゃないかなって個人的には思ってるんですよ。当然ですよね。だって、3倍ガシャでもないし、そこまで別に欲しいキャラクターでもねえし、性能なんかちょっと微妙じゃねっていうガシャ誰が回すねって話じゃないですか。で、後半期間中も、その前半実装されてる、すごい豪華な3倍ガシャ、悟空、ベジータ、ホープソード、トランクスのガシャは、実装されたまんまなんですよね。だからせっかく、後半ガシャが開催されたとしても、誰も引かなかったらさ、売り上げにも繋がらへんしさ、ねえ、せっかくのフェスティバルやのに、なんか盛り上がりきらなかったなっていう、なんか話になりそうじゃないですか。
だから、多分、すごい盛り上がるキャラクターを俺は出すと思ってて、予想ですけどね。なんかその、ゴジータブルーって予想してる人がさ、生放送のコメント欄を見ると結構いるんですよ。間に合わないか。たださ、ゴジータブルー出してもさ、まあそりゃ、ゴジータブルー好きな人からするとめちゃくちゃ嬉しいとは思うんやけど、もう1体いるんすよね。完成度の高いゴジータブルーが。だからまあそこで被せてくるのかって考えると、結構怪しいなって思って、個人的にね、結構怪しいなって思って、どうなってくるのかっていう話ですよね。で3倍ガシャじゃなければなおさらですよ。これ嫌やな、黄色と緑サイクルされんの。俺もやってるけど、これ時間切れやろ。うまい。ああ、これキャラ全然でよかったわ。ミスった。うん。だから僕の予想は、相当人気なキャラクターを、通常ガシャで出すか、もしくは、まあ、ゴジータブルーのような、まあ、盛り上がりはするけど、まあ、既存でいるよみたいなキャラクターを3倍で出すかとか、うん、そういう感じになってくるんじゃないかなとは、個人的には思います。まあ次の試合あたりから、ちょっとがっつりね、うん、キャラ名上げて新キャラ予想していこうかなとは思うんですけど、時間切れになっても勝てるよね。さすがに。OK。振り属性無効が強いんだよ、これ。ぶっ破するしかねえな、これ。はい。なるほど。ダリー。回ってるっけ？回ってない。OK。さあ、残り2体。ダメか。まあでも時間切れになったら勝ちやと思います。さすがに。あざっす。さあ、マッチングしました。紫染め、対戦お願いします。まあ、初戦の話の続きにはなるんですけど、じゃあ具体的に何のキャラクターが出るんだと、いう話になってくるんやけど、多分、今一番待たれてるキャラクターって、僕は、これ、コンピューター？ローディング入ってなかったような気するけどな。違うね。まあその、身勝手だと思います。さすがに。今一番望まれてるキャラクターって。身勝手とフルパワージレンの一つのガシャで来るとか、まあそういうのは可能性として残ってるんじゃないかなと思ってて。でまあ大穴をつくと、あれですね、ゴジータブル、そっち系になってくるのかなっていう感じではあるんやけど、多分、いや、どうなんだろうな。予想外のキャラクター来る可能性もあるんだよな。ライジング。王道の予想は身勝手の極みフルパワージレンだと思います。で邪道がゴジータブルあたりだと思うわ。
で、僕、前回のね、予想動画上げてたんですよ。フェスティバル前半始まる前の予想動画。その時に、ゴジータとゴテンクスの名前が上がってるんですよね。で、それ以外、僕が挙げたキャラクターは実装されてるんですよ。ホープソードしかり、ブロリーしかり、フリーザー、エクストリームとも追加されたし、追加されてるわけですよね。まあ、だから、わりかし信憑性はあるのかなとは思ってるんですけど、いるわけですよ。ゴテンクスの名前とゴジータの名前がね。まあだからワンチャンその2体が来るのかなっていう邪道の考えやけど、そういう形になるのかなっていう。で、3倍。で、ガシャさんのウルトラはどうなったんだっちゅう話ではあるんやけど、その辺もね、ちょっと難しいよね。どうなったんだと一体。どこに行っちまったんだっていう話ではあるんやけど。あ、間に合わないのか。ゴテンクスがシンプルに新キャラクターとして出るのであれば、やばすぎやろ、おめえよ。何やってんだマジでさっきから。例えばアルティメットご飯とかさ、全然リミテッドとしてふさわしいキャラクターやと思うし、勝利画面でさ、勝てんぜ、お前じゃ、みたいなのもありだと思ってです。だからまあ、そっちの路線もあるのかなっていう感じかな。その2周年の後半キャラクターが、そのボージャックの映画の復活ご飯とかボージャックとかヘラ一族とかその辺実装されたでしょ。そういう感じで大穴を狙うのであれば、まあ、ゴテンクス、アルティメットご飯、まあ付属にブーとか、そっち系のキャラクターが実装するのかなとは思ってるんですが、どうなんやろね。よし。2周目たまるぞやな。ただやっぱ大穴は身勝手と大穴じゃないか。やっぱりシンプルに身勝手とフルパワージレンだと思うんやけどな。そっちの方が俺は盛り上がると思うんですよね、シンプルに。はい。まあこれでバニシング奪って勝ちかな。必殺アーツあればバニシング回復すんのか。落ちない。落ちない。つれえな。うまい。ありがたい。あざした。さあ、マッチングしました。紫。多いわ。多い。とんでもねえな、マジで。多すぎやろ。お願いします。まあ、この試合で総括すると、やっぱり、フェスティバル後半は盛り上げたいと運営も当たり前やけど思ってると思うんで、まあ、通常ガシャにしろ3倍ガシャにしろ身勝手の極みとフルパワージレンを実装するんじゃないかなっていうのが王道の考えで、邪道の考えがゴジータ、ゴジータブルーにしろ、いやゴジータブルーにしろ、ただな、スーパーゴジータに関してはリミテッドキャラ出てないんですよね。まあだからそう考えると、まあ、ワンチャン全然あるのかなとは思ってるんやけど、まあ、邪道の考えでゴジータ。あとゴテンクス。合体戦士つながり。で、ゴテンクス出るんやったら、アルティメットご飯とか、その辺差し込んで、まあ、付属に魔人ブーとか出して、ジャネンバとか。で、3倍にするとか。
初のさ、スパーキングウルトラキャラクター実装するんやったらさ、まあフェスティバルが結構ふさわしいんじゃないかなって思うんやけど、身勝手じゃね？身勝手がやっぱふさわしいと思うんやけど、俺キャラチェンしない？撃っちゃうよ。ドーン。まあガシャさんのウルトラが来るのか、3倍で来るのか、通常で来るのか、もうそれすら定かではないんやけど、まあ、やっぱり楽しみだよな。やっぱり楽しみよ。めっちゃ出てくるやん。ありがとう。ありがとう。まあそのあたりになってくるんじゃないかなとは思います。まあ人気なキャラクターには変わりないと思うんでね。ただ新規モデルで来るか、既存のモデルを違うモーションにして出すのか、その辺だよな。売り上げ伸ばすんやったら3倍プラス身勝手とかにすればめちゃくちゃ売り上げは伸びそうやけどね。それぐらいのことはしてもいいんじゃないかなって個人的には思うんですけど、皆さんはいかがだったでしょうか。これはもう勝てるでしょう。はい。あざした。